こんにちは。漫画家でもあり YouTuber でもあるボイチです。よろしくお願いします。私たちが最近とても忙しいんです。とても忙しいですが、私たちは YouTube を止めることはできません。なぜなら私たち自身のためにやってるんじゃないからです。本当は他の人がやってほしいです。私は漫画をたくさん描きたいです。けれど、この仕事をしてくれる他の人を私はまだ発見していません。なので私たちがやるしかありません。そうです。最近も日本政府のグローバル日本文化市場の拡大4倍成長戦略、これに合わせて日本の漫画界がすべきことについて話をしました。日本政府の観点からしか話をしませんでした。そこのためになる観点からしか話をしませんでした。そして世界各国の日本の漫画を出版していた出版社の人々、漫画を誰よりも愛していたあの人たち、その人たちはそんな未来が来たらどんな仕事をするのか、これについての話をしました。それで今日は日本の観点や日本政府の観点だそうじゃなくて、世界全体の視点から見た時、この世界がどうなればいいのかという私の考えを少し話をしてみようかと思います。私は以前からこの漫画界の未来にはどんな構図を持つのがいいだろうか、これについて考えてみました。グローバルビジネスができてグローバルプラットフォームができたらこうやって流れればいいんじゃないか、市場の論理に任せればいいんじゃないか、そう思う方もいると思います。でも私はそう思いません。なぜならそうやって流れた時、とても理想的に成長するのをあまり見たことがありません。今、映像事業という映画、ドラマの方もグローバル独占までではないですが、勢力が一方に偏るため、私の考えでは副作用はすでに起こっています。しょうがないけど、私たちの世界はそうしないでほしいです。新しいビジネスが誕生し、世界中に漫画、コミックス、トゥーンの世界が発展した時、予想される副作用が起きないといいですね。それで構図について考えたんです。私の構想の目標はこうです。前にも申し上げましたように、一つの強力な独占企業がこの市場全体を支配しないでほしいです。最初から起こらないようにすること、これが目標です。もう一つは、他の総合芸術分野より私たちの世界と家族が持っている素晴らしい長所、圧倒的な豊かな多様性、これをずっとトゥンビジネスが手に入れたらと思います。また各文化圏が独自のビジネスをしたらいいと思います。そして自分たちの文化を漫画、トゥーンのような IP で作っていけたらと思います。ずっと豊かにできるだけ多ければいいですね。そのためには各国あるいは各文化圏ができるだけ多くの作家たちを保有できればと思います。これが維持されるといいですね。各国間の文化圏が IP と作家ビジネスを保有するほどではなく、世界的な超巨大ビジネスができる、この機会が維持できたらと思います。我が国は漫画家がたくさんいるけど、世界的な巨大なビジネスがすでに存在するから大変だろうと思うより、すでに存在するからもっと簡単にできる、私たちもあんなビジネスができるよ、このような可能性がうまく維持されればと思います。これもすごく重要なことなんですが、また非常に重要なことは、人間が創作する楽しさをトゥーンビジネスが守っていけるようにしてほしいです。人間が創作する楽しさを守る、まさにそのようなところであることを願います。そして人間が創作をするやりがいを感じることができなければなりません。
そうした方がもっと楽しいじゃないですか。やりがいとは何か、できるだけ良い待遇を受けることです。それで世界中のトゥーンの作家たち、私たち漫画界の皆ができるだけ良い待遇を受けることができる、そういうものが作られればそれが持続できるように、人類が滅亡するまでずっとこれが守られたらいいですね。そのための構図です。この構図のための世界ビジネスはとても簡単です。グローバル超巨大プラットフォームが5つが必要で、そして世界各国と文化圏に数百個来て数千個のローカルプラットフォームビジネスが存在する必要があります。これが私の構想です。整理しますと、5つのグローバル超巨大ビジネスと、そして何百あるいは何千ものローカルビジネスがある、こういう構図はいかがですか？業界を独占しているのはプラットフォームだけではありません。それでこの5つの超巨大プラットフォームを私はドラゴンと呼びました。実はこの構想はずっと前からしている構想です。10年を超えてはいませんが、10年近く経ったと思います。1つの超巨大プラットフォームが1つのドラゴンです。つまり5匹のドラゴンが存在する世界がトゥーンビジネスというものです。でも今は考えが少し変わりました。この前はドラゴンを起こす一つのビジネス主体がなければならないという考えをしました。なぜなら私が以前これを構想してグローバル漫画グローバルトゥーンビジネスについて構想していた頃は本当にびっくりするくらい誰もグローバルに興味がありませんでした。漫画の可能性とコミックスの可能性について誰も興味がありませんでした。そうだったから一つの会社が現れて強力なビジネスでまず私たちの漫画界の可能性を証明することです。このビジネスができる能力を持った他の存在たちは現存する出版社である可能性もあり、会社や起業家かもしれません。彼らを刺激して彼らを起こすこと、つまり眠っているドラゴンを起こすことをしてほしいと思いました。それでドラゴンたちを起こすこの一つの会社、この会社を私はドラゴンスワードと呼びました。ドラゴンスワードはドラゴンを殺しません。しかしドラゴンを起こします。そして結局はこの会社は5匹のドラゴンのうちの1匹になるでしょう。そうしないといけないじゃないですか。起こして消えたら悔しいじゃないですか。未来のコミックス産業の礎となるのです。グローバル市場で500億ドルのトゥーンビジネス市場が誕生すれば、5匹のうち1匹が100億ドルの市場を確保しなければなりません。100億ドル市場を確保すれば時価総額1000億ドルまで可能です。私の考えです。こういう会社に成長するんです。ドラゴンを起こすドラゴンスワードだったこの最初の会社がですね。それで私はこの構想をドラゴンスワードプロジェクトと呼ばれました。そしてその時代にこんな気がしました。このドラゴンスワードは韓国企業が引き受けた方が良いと思いました。もちろん韓国の漫画を愛しているからそういうのもあるけど、その当時の基準から見てビジョンを実践するのに最も適した場所が客観的に韓国企業だと思いました。それで韓国企業がビジョンを持ってビジネスを展開してドラゴンスワードになって、いつかはドラゴンになるためにいろいろと構想をして努力をしました。さあこの時点で皆さんの中で気づいた方がいらっしゃるでしょうか。私がどうして LINE 漫画の仕事をしたのか。はい、そうです。それで私が LINE 漫画で連載したんです。話をしてくれてそういう役割をするのを見たいからです。今は特に今年からはいろいろな状況が急変しています。皆さんは私たちのチャンネルを通じて話を聞いていますよね。この時点ではドラゴンスワードになる企業はなくてもいいと思うんだけど、という考えもします。実は私の努力は失敗した理由もあります。その時は私がすごく絶望したんですが、今はドラゴンスワードがなくてもいいと思います。しかし私はですね、
今も韓国で5匹のドラゴンの中で1匹の仕事を引き受けてほしいです。私が韓国人であることも理由ですが、私が韓国の漫画を愛していない日は来ません。そして作家はそうしなければなりません。故郷を愛していない作家は良い作家ではありませんと思います。5匹のドラゴンのうちの1匹を韓国が引き受けてほしいです。私の構想通りなら世界のローカルプラットフォームは数百数千個になるだろうし、各国に少なくとも10個以上のローカルプラットフォームが存在します。もちろん人口が1500万人くらいだと10個までは必要ない方がいいと思います。なぜならプラットフォームである以上、少なくとも100作品以上のオリジナル作品が存在しないといけないじゃないですか。オリジナル作品が10作品しかないんですが、ローカルプラットフォームが必要でしょうか。プラットフォームとは言えません。そういうことを考えてみたとき、人口が1500万人にならなければ10個のローカルプラットフォームを保持するのは難しいでしょう。しかし人口1500万人以上の場合は10個以上のローカルプラットフォームがそれぞれの国に存在した方がいいと思います。一つのプラットフォームで100作品以上のオリジナル作品を連載していますと言いながらサービスをするのです。そのローカルプラットフォームは自国の文化と自国の読者のためにぴったりの作品を作らないといけませんよね。一部の作品はその後巨大プラットフォーム、つまりドラゴンに売られ世界でヒットします。世界でその国の文化を知らせる仕事もします。グローバルプラットフォーム、すなわちドラゴンの観点からはこのローカルプラットフォームはスタジオの役割をしたりもするんです。こういう役割をしていて、ドラゴンの中の1匹がビジネスが下手で大きな過ちを犯したり、どんなことでイメージが悪くなったり、こんなことが起こった時、そのドラゴンの座を勝ち取る可能性が出てきます。その機会を得たローカルプラットフォームは新しい超巨大プラットフォームとして成長するのです。このような可能性が常に開かれていなければなりません。5匹のドラゴンはミスをしたら退出されないといけません。交代が可能じゃないといけません。そうしてこそドラゴンたちが健康になります。そしてローカルプラットフォームは機会を得なければなりません。どんな国でもドラゴンの中の1匹を保有する機会を持っていなければなりません。それが世界のために、そしてその国々のために、人間そのもののためです。それが私の構想です。整理をすると、トゥーンビジネスは世界的に何百何千ものローカルプラットフォームになればいい。そのプラットフォームの中で私は5つの超巨大プラットフォームを5匹のドラゴンと呼ぶという話でした。皆さんありがとうございます。